ほい、皆さんこんにちは。オランダワーホリ中の俊吾と、ななえです。今日はオランダに来てちょうど3ヶ月ぐらい経ったので、生活もちょっと落ち着いてきたということで、オランダのマックの限定商品を食べながら Q&A に答えていく回ですね。はい。僕たちインスタもやってるんですけど、まだまだフォロワーが少ないんで、僕らの個人のアカウントで集めた質問にいろいろと回答していきたいと思います。そして今オランダにはななえの親友のさきが遊びに来てくれてるので、画面の向こうからさきが2人に質問して私たちが答えるっていうスタイルでやっていきたいと思います。質問はざっくり、私たちカナダでも住んでたことがあるんで、カナダとかオランダのこと、生活のことでワーキングホリデーのことと、なんか2人の個人的な質問みたいな、ざっくり3つぐらいに分かれています。 OK。なので、海外生活とかオランダワーホリのこと、興味ある方をぜひ最後まで見てもらえると嬉しいです。マッククロケットってこれとオランダにしかないメニューやな。ほんまにそう。そもそもクロケットっていうのがオランダの名物のご飯やな。ほんまに野菜入ってない。美味しそう。いただきます。はい。では早速やっていきましょう。おいしいわ。海外生活編からいきます。待って、これブラコロみたい。ブラコロだ。はいはいはい。オランダの住み心地は、オランダの住み心地は住み心地はいい。今んとこいい。いい。まだ3ヶ月だけど、今のところは全然良くて、俺たちが住んでるところは治安もいいし、人も優しい。人種差別的なことも全くないし、ないね。結構ウェルカムな感じ。お店とかもすぐ近くにあるから何も困ってない。天気も良かった。夏だからね。夏だからこれからやと思う。ほんまに変わるかもな。今までの3ヶ月とこれからの3ヶ月。でも今のところいいね。今はどんな気候ですか？これ撮ってるの9月の末だけど、ここ2週間ぐらい寒くなってき一気に寒くてなった。20度いかないぐらいになってきたかな。だから長袖着てるけど、涼しいし、なんかやっぱ雨は増えた気するかも。だから7、8月とかは暑いって言っても30度とかちょっと晩が寒いよね、やっぱり。でも日本の夏みたいにこうジメジメ全くしてなくてカラッとしてるから過ごしやすいね。過ごしやすい。物価は高い、チーズは安い。物価は高い日本より高いね、やっぱ。これが今日バーガー3つ、ナゲット、チーズのスナック、ポテトとオランダにしかないソース、後で紹介するけど、これで何ユーロ20ユーロ、3500円ぐらい。日本と比べたらやっぱ高い。うん基本、スーパーとかも。観光でだから日本円で払っていこうと思ったら結構厳しいかもな。1ユーロ自体が高いやん。厳しいです。はい。だから外食とか交通費は高い。うん。チーズはそもそも日本とオランダでのそのチーズの売り方が違うから完全比較はできないけど、塊やもんな。そうでも日本よりは高いと思う。値段物価的にな。種類が多いやん。日本で買うって思ったら高いけど、こっちで買うと普通に買える。確かにそれはそうやな。クオリティは高い。これそう、美味しい。美味しいなチーズはほんまに美味しい。オランダのチーズマジうまい。オランダ人の生活や国民性はどう感じる？これ1個めっちゃあるような分かりやすいやつ。はい。ダイレクト。ダイレクト直だね。接的。ほんまにそう。日本と真逆による。日本の察する文化じゃなくて、もう全部。どっちがいい？俺はオランダの方がいい。欲しいものは欲しいっていう、嫌なことは嫌っていうみたいな。それがすごく好き。でもそれもなんか嫌味っぽいくないのよ。さっぱりしてる感じがすごく楽。それはさ、自分も言える？そう、そんでこの人はできんねん。遠慮知らずやから、遠慮知らずもほどがすごいからさ、ホストファミリーがさ、家出る時にこれもいるとか、そういうタッパーとかもさ、これいるとかあれいるとかめっちゃ言ってくれててんけど、なんか7円はやっぱ日本人出ちゃうのよ、そこで。いやもうありがとう、もうほんまもう。気持ちだけ出てる。そうですよね、なんかもらえるもん全部ちょうだいみたいな。タオル10枚ぐらいもらって。でももらってよかったよね。そう、でもそのファミリーからしたら、あげるって言ってんねんから、欲しいもん欲しいって言っあげれるものはあげるって。て、いらんもんはいらんって言ってみたいな感じやんな。そういうのがある。ダイレクト。めっちゃもう、あとはよく喋るなって思う。オランダ人。スモールトーク、おはようだけではちょっと寂しいから、最近どうみたいなのあるやんか。あれがむーちゃ長い。全員そうやな、今まで。でもみんないい人です。さっきこれ食べてみて。美味しい。なんかこのマスタードが美味しい。粒マス。いいよ。これやな。そうめっちゃ美味しい。美味しい。オランダに来た際はぜひ食べてほしい。全然クロケットコロコロ食べれる。自転車社会けど、日本だと自転車でかなり便利だけど、自転車感じる？オランダ国内どこでも自転車の道路がすっごい整備されてて、自転車用のレーンが絶対にあって、オランダ国内自体すごい土地が平らだから自転車は乗りやすい。日本みたいに歩道を走ったりとか車道を走ったりとかはない。安全に自転車をこげる。歩行者とも
車とも別々のちゃんと自転車専用のレーンが国中にあるからすごくいい。で、手信号使うな。あれめっちゃ面白い。初めちょっとさ、照れてたけど、もうなんか今やな。こうじゃん、もう、こうなって曲がる方に指こう上げるやつ。でも、電車は日本が便利すぎるな。電車。そうね高いし、コネクションが悪いから、乗り換え30分待ちとかざらにあるな。携帯はどこの会社を使ってますか？レバラっていう携帯の会社があって、そこを使ってる。また動画にしよう。格安シム。でも全然なんか使ってて嫌なことなんもない。オランダとカナダの違い、いいところと悪いところ。カナダのいいところはバンクーバーに住んでたんだけど、自然と都市部がすごい近いというか、なんかすごい良かった。それがさ、大都市からやね。ビルだらけのとこから、ちょっと行ったら海。ちょっと行ったら山みたいな。それは良かったよな。良かった。良くも悪くも日本人とかアジア人が多いから、自分が外国人っていう感覚があんまりない。溶け込めやすい。だから最初に留学行く先としては結構いいかもしれない。確かにそうやな。カナダの嫌なところは冬天気が悪いってことぐらいかな。カナダっていうかバンクーバーやな。レインクーバーって言われるぐらい、ピカピカの夏が3ヶ月ぐらい終わったらもうズンズンズン。オランダのいいところはシンプル。飾らない生活みたいな感じやな。そう。だから日本で結構消費社会な感じ。俺的にはね、誘惑も多いし、商品も多いから、ね、買い続けないと幸福がこう満たされへん感じ。けどオランダはあんまりそういうの感じなくて、持ってるものに幸せを感じてるような印象を受ける。今までオランダ人のファミリーと何人かと接してきて、それはすごいいいなって思う。もちろんでもアムステルダムとか行ったらやっぱりお店屋さんもいっぱいあるし、まあそうだね、多いかもしれへんけど、そうだね、その家庭のあり方みたいなので言ったら、そういうシンプルな暮らしをすごい思うよね。オランダの嫌なところは手続きとかめっちゃ不便。ロールドスタイルも多いし、レスポンスが遅いとか、システムがまだ整ってないなっていうか、まあ、日本が便利すぎる手続きとか。そうだね。でもそんぐらいじゃない？今んとこはね。今のところ。これはディップソース、チキンナゲットとかポテトにつけるソース、カレーソースとスイートチリとクリッツソース。これはもうオランダで絶対。せーの。はいです。これ使います。待って、こんな色ない？黄色い。もっとマヨネーズっぽく。水入りみたいな。日本、カナダ、オランダの社会的に大きく異なること。七重が思うのは、日本は島国でさ、独自のさ、文化とか人から国民性とかさ、あるやんか。まあ今なんか移民いろいろ問題になってるから、なんかどこまで何を言うかあれやけど、多文化共存みたいな国ではないやん、日本は、まず。んで、真逆にいるのがカナダで、カナダは見た目いろんな人が全員揃ってカナダ人みたいな感じやん。だからカルチャーもあんまないし、若い、国の歴史も若い。けどさっき言ったみたいに、アジア人がいきなり住み始めても別にそれが普通というか、オランダは多文化にめっちゃオープンな国、移民とかも受け入れてるし、英語みんな話すしっていうのがあるけど、まだオランダっていうものが残ってる。人の見た目とかでも残ってるし、言葉ももちろん文化も全てにおいてどっちもの面を持ってるのがオランダ。なんか日本とカナダを混ぜたら多文化っていう意味でオランダっぽくなる。もちろん私もオランダ人じゃないし、オランダにずっと住んでるわけじゃないから、きっと変わっていってる部分あると思う、世の中な。けど私がパッて来た時にオランダらしいって思うことも多いし、っていうのはめっちゃ思った。免許を取ってすぐ海外で運転するのは怖くなかった？オランダに来て運転したけど、その時は全然不安とか心配とかなかった。それはカナダとオランダって同じく左ハンドルだから、でカナダでずっと運転してたから全然アレルギーとかなかったし、カナダで初めて運転した時はちょっと不安あったけど、2、3回運転したら全然それも慣れるって感じ。でもオランダはラウンドアバウトめっちゃあるから結構大変だよ。間違えてたんや。間違えてたんや。でもラウンドアバウトのいいところは間違えても次のラウンドアバウトで帰ってこれるっていう、それめっちゃいい。ラウンドアバウト2周ぐらい行けば全然出えへんやつみたいな。7円はカナダ行く前に免許取ってん。で、いざカナダ行ったけど、まず運転の機会はあんまなかったけど、カナダのが道路広いから、日本の都心運転するよりは全然良かった。逆やろ、本当には。逆。でもさ、そこまで日本の運転にも慣れてないの。そういうこと。そう、アダプトしやすい。でもな、ウィンカー出すときにいつもな、ワイパー。そう。あるある。オランダの労働環境は働く上で日本と違いを感じる点は？この動画の前に俺がオランダで仕事探しした時の動画撮ってるんだけど、それでも詳しく話してるんだけど、一番びっくりしたのは定時にパソコンを閉じるじゃなくて定時にオフィスを出る感じだから、実際仕事を終えるのは4時45分とか。この間さっ
きとさ、本屋さんさ、閉まる直前に入ってやんか。そしたらさ、もう5分前やのにさ、まだみんな出てんみたいな。そこは結構あるな。カルチャーショックも含め。言ってた同僚も5時以降はもう家族の時間、自分の時間やから仕事は絶対に残業しないっていう感じ。俺の職場だけかもしれないけど、そんな感じ。なんでが思ったのは、結構マニュアルがっつりみたいなのなくって、やらなあかんこと決まってるけど、あなたのスタイルで最終的にやらなあかんことをやり遂げたらいいよみたいな感じ。A さんは A さんのスタイルがあるし、B さんの B さんのスタイルあって、どっちも見た上であなたのやり方でいいみたいな。でもやらなあかんことは絶対忘れないねみたいな。なんか日本はマニュアル化するやん結構。そこが違うの。給料はどのくらい生活と比べ足りる？フルタイムで仕事してたら全然生活できるし、収入に対しての支出は少ない。外食分もその高いからしないし、あんまり娯楽も少ないから自然と出費は減るから、パートタイムでシフトがちょっと週1週2とかが続くとちょっときついかもしれないかな。うん、そう。ナナはまさしく週5がフルタイム、私がシフト制で、ほんまに少ない時シフト全然入れてくれへんから、それだけで生きていこうと思って結構しんどい。だからこれやっぱりアップダウン。契約の仕方によるな、お店と。でも結論で言うと、できます？はい、できます。家賃とかもあるよ。日本はさ、収入の何割分が家賃。あ、言うね。でも半分ぐらい持ってかれるんちゃう？半分ぐらい持ってかれるかも。じゃあ半分ぐらい。感覚的には。ワーホリで来ている他の日本人と交流はある？あります。あります。ただ、自分たちからアプローチしたりとかしないと、俺らは特に田舎に住んでるから、そういうことをしないと、ワーホリの人たちとの関わりはないよね。でももしかしてアムスとかでさ、働いてたらさ、職場におったりもするかもな、同じワーホリしてる人とか。そうね。ナナたちはたまたま、なんかインスタで連絡くれて、カップルと仲良くってな、遊ぶようになったけど、それなかったらでもほぼあんまない。ないよね。でもやっぱオンラインスタートの会いましょうが多いかな。でもゼロじゃないし、逆に言うと、この地域に住んでる人たちとのつながりの方が深いね。日本を離れて大変だと感じたことは？カナダとかだと実際にあったのは40度の熱3日間出たりとか、ぎっくり腰した時とかは、ちょうどまだ自分一人でシェアハウスしてた時とか、ぎっくり腰の時は七重と一緒に住んでたけど、七重が出張でで一切いない時だったから、そういう時に家族とかにな、助けてって言えない。あんまり、友達には言えるけど、でもそういう人も限られてくるし、そういう時は大変だったかな。それ以外はないかな、俺、あんまり。なんか役所の手続きとかもやっぱ大変やけど、不可能ではないやん、全てに。ほんまに人次第やな、性格によるんやなって思う。自分からやっぱり助けてって言えることも大事やんか。それこそさ、自転車が錆びたってなった時に、近所の人にスプレー貸してって言えるか言われへんかみたいな。そう、それはあるかもしれない。確かに。見てこれ。遠慮の塊、日本人3人で食べたら1個ずつだ。はい、じゃあもうポテトいくわ、これ。逆に日本にいたらできなかったいい経験は？やっぱ人じゃないですか。日本にいたら絶対に会えてないオランダ人ファミリーとの出会いとか、そこで一緒に遊んでくれたりとかして、オランダ人とかカナダ人のなんか生活とか文化とかを現地の人から学べたのは、当たり前がどんどん当たり前じゃなくなってくる。日本の住んでたらこれが普通、これが普通で生きていくやんか。でもなんかその外的要因にさ、いろいろ惑わされても、あ、この国ではそうなんや。みたいな感じで、キャパって広がるよな、受け入れれる。海外生活で身についたスキルや考え方は？なんか今の感じやな。なんとかなるさ精神というか、なんかどんだけ自分が準備をしたとしても、自分がコントロールできないところでイレギュラーなことが起こりまくる。だからもうその場その場でなんとかしていくよねみたいな、その柔軟さみたいなのは身についたかな。思い描いてたようにいくことなんて何にもないな。私の意見的にさ、日本の方が何事もスムーズにいくけど、例外の時のが融通きかない。こっちはもう前途多難やけど、思ってたよりそれでもいいやみたいなやつ。確かにそれはあるかもしれない。真逆だね、そういうの。カップルでワーホリするメリット、デメリットは？メリットは支え合える。何事も支え合える安心感があるかな。やっぱ不安やん。知らん土地に一人で住むって。だからすごいなって思う。初めはそうやってんけどな、自分は。すごいなって思う。そうね。デメリットは家探しが大変。家探しはやっぱ大変だね。一人でするのと比べると。シェアハウスはやっぱここって開くやん、その人だけの場所が。二人で完全プライベートの空間を探すって結構大変。やしさ、シェアハウスに二人で住むのも変やん。二人はさ、一回一人で出てから
の2人。ああ、そうだね。2人で出たらさ、どっちかに頼っちゃうみたいな。ああ、それはありそう。確かに。依存しちゃう。お互い1人を経験してるから。やしさ、どっちかがさ、語学のスキルが高いとかやったら頼っちゃうかもな。全部お願いみたいな。そうだね。なんかちょうど同じこう向きを向いてたらメリットの方が絶対多いと思う。そうだね。誰の出会いは？まあ、カナダで行った学校、ビジネススクールみたいなところのクラスメート。クラスメート。はい。初日前に座った人。はい。2人に会いに行くのにオランダ行くならいつが旬？多分春。多分っていうのはまだ春を経験してないからなんだけど、天気もきっと良くなってきて、オランダといえばやっぱチューリップって思う人がいると思うんですけど、チューリップを見るための植物園とか観光地が春しか空いてないところが結構あるから、春がおすすめ。知らんのに。はい、知らんけど。春知らんけどおすすめ。知らんけど。まあでも雨のシーズンじゃない方がいいから、夏以降の冬とかはちょっとあれだね。喧嘩しますか？します。しません。喧嘩はしないっすね。俺が怒られるっていう。こうじゃないよな。こうや。今見てたら、まあ、してはない。してない。してない。注意が。だからほんまに。指導。最近私の頭の中にもたまにハテナで。でもな、ほんまにそうほら、七重とすぐ感覚近いからわかる。でも喧嘩を制してそれで。これ以上やめよう。司教制終。これで行った旅行先で一番良かった場所は、のコスタリカ。コスタリカはほんまに良かったな。自然がいっぱいやし、いろんな動物生態系がいて、国でなら行ってみてください。行ってほしい。日本人なかなか行けない場所として行ってほしい。YouTube を始めた理由。これはもう明確。2つあって、1つ目はオランダの情報が少なかったから、特にワーホリはなまだ始まってから、そうから自分で情報を発信しようかなって思ったのが一つ。でなんかそういう情報発信系はシンゴもカナダおる時からやってたし、始めれそうやってんけど、7年そんなんしたくなくってけど、なんかよう考えたらもう3年ぐらいもう海外に住んでて、日本に住んでるまだおじいちゃんおばあちゃんとかも元気で家族もおるから、それやったら自分が海外で何してるかを家族の人とか友達に見てもらえたらいいかなっていうのが一番かな、7位は。でそれが合体して今の形になったこう情報発信、Vlog 混ぜ混ぜ。そうね。と思います。でもほんまに嬉しい。おじいちゃんおばあちゃん毎週待ってるから更新を。だってさ、テレビ電話したらいつも見てますって言われるねんな。そうそうそう。いつも見てますって言われるな。なんかそういうのは嬉しいな。やってよかったって思う。最後、これから一緒にやりたいこと、挑戦したいこと。オランダでこう家庭を築くっていうのとビジネスじゃないけど、を一緒にやっていきたいなっていう感じかな。今後多分いろんな動画で話していくとも思うし。そうね。まあなんかいろんな挑戦したい。2人でこうなんか作っていきたいなみたいなのはありますね。はい。なんでぜひこれからの動画も見てください。はい。オランダのマックでは今 BTS とのコラボでいとこにあげよう。確かシュが好きやったから、こんな感じですかね。いっぱい話してきたんですけど、これからも毎週ね動画投稿していくんで、海外生活とかオランダワーホリとか興味ある方はぜひ高評価とかコメントとかチャンネル登録とかしてもらえると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。